こんにちは。今日はですね、多くの人が子供の頃に一度は出会ったであろう、あの有名な算数のパズル、鶴亀算。この奥深い世界を皆さんと一緒に探検していきたいと思います。これ実はただの算数の問題じゃないんですよ。あらゆる問題を解決するためのものすごく強力な思考ツールなんです。さて、まずはこの超クラシックな問題からいきましょう。ある島にいるのは鶴と亀だけ。頭の数を数えてみたら全部で10個。で、足の数を数えたら全部で28本ありましたと。じゃあ、鶴と亀はそれぞれ何匹ずついるんでしょうか？もしよかったら、ここで一度動画を止めて、自分だったらどう解くかなって考えてみてください。まあもちろんね、鶴を X、亀を Y っておいて、連立方程式で解くっていうのはすぐに思いつきますよね。でも今日はあえてその方法は使いません。もっとエレガントで数字の本質にぐっと迫るような純粋なロジックだけでこの謎を解き明かしていく、そんなアプローチを探っていきます。はい、では最初のセクションです。代数を使わずに解く方法、その名も仮定の力。この問題のために昔の人が編み出した本当に巧妙な算術の解法をじっくり見ていきましょう。OK、じゃあ具体的に見ていきましょう。これがもしも3なんて呼ばれたりもする仮定を使った解き方です。まずステップ1、思い切って極端な仮定をしちゃうんです。もしも10匹全部鶴だったらって。そうすると足の合計は 10×2 で20本になりますよね。で、ステップ2、でも実際の足は28本。あれ ?8 本足りないぞと。このズレこそが謎を解く最大のヒントになるんです。ステップ3、じゃあなんで8本もずれちゃったのか。それはもちろん全部鶴だって無理やり仮定したからですよね。ここでちょっと想像してみてください。鶴の群れから1杯を亀に交換すると足の数はどう変化しますか？そう、2本から4本になるので差し引きで2本増えますよね。これがズレを修正していくためのいわば魔法の数字なんです。じゃあステップ4、8本の不足分をこの2本ずつの増加で埋めていくには何回交換すればいいですか？ 8÷2 で4回ですよね。つまり4回交換したってことは亀は4匹いたってことになるわけです。いやー、見事ですよね。この一連の流れって実はただの計算テクニックじゃないんです。まず仮説を立てる。つまり全部鶴だったら？次にデータを照合して検証する。あれ？足が8本足りないぞ。そしてズレを修正する。じゃあ亀に交換していこう。これってまさに科学者が新しい発見をする時の思考プロセスそのものだと思いませんか？でも解き方はこれだけじゃないんです。もっと視覚的に直感的に解く方法もあります。それが日本で独自に発展した解法、面積図です。これはですね、数の関係を長方形の面積っていう図形の世界にガラッと変換しちゃうものすごく画期的なアプローチなんですよ。さて、この面積図の仕組みが、これがまた本当に面白いんです。まず、縦の軸。ここに鶴と亀それぞれの足の数である2と4を取ります。で、横の軸には動物の合計、つまり10匹。これを置くんです。するとどうでしょう。この2つの長方形を組み合わせた図形全体の面積が、なんと足の総数である28にぴったり一致するんです。こうなってくると、もうこれは算数の問題じゃない。図形をパズルのように切り張りして解いていく純粋な幾何学の問題へと、その姿をガラリと変えるんですね。では次に進みましょう。この有名なパズルが一体どんな旅をしてきたのか、その歴史を紐解いていきましょう。実はこの問題、僕たちが思っているよりもずっと古い歴史を持ってるんですよ。そのルーツはなんと3世紀から5世紀の古代中国にまで遡ります。当時の数学書孫子三経の中に地と道路、つまり生地とウサギの問題として登場するのが一番最初なんです。それが時を経て日本に伝わって1627年江戸時代に出版された数学のベストセラー人口記の中で、僕たちにおなじみの鶴と亀に姿を変えて一気に庶民の間に広まっていったんですね。ここで面白いのがこの動物の変化ですよね。数学的な構造は見ての通り全く同じなんです。なのに中国では身近な家畜や狩りの対象だった生地とウサギが、日本では鶴は1000年、
亀は万年って言われるような長寿の象徴、つまりすごく縁起のいい動物に置き換えられた。この巧みな文化的なローカライズこそが、鶴亀山が日本人の心に深く、そして長く根付いた大きな理由の一つと言えるんじゃないでしょうか。さあ、ここからがこの話の本当の核心部分です。鶴亀山っていうのはただの一つの問題じゃないんです。実は他のたくさんの一見全然違うように見える問題を解くための秘密の鍵、普遍的なテンプレートのようなものなんですね。鶴亀山の本質をぐっと絞り込んで、その構造を抜き出すと、この3つの要素に集約されるんです。まず、2種類の異なる性質を持つもの。これが鶴と神ですよね。次に、それらを合わせた全体の数、つまり頭が10個。そして最後に、それぞれの性質を掛け合わせた合計の値、足が28本。この3つのピースさえ揃っていれば、どんな問題でも実は鶴亀山として解くことが可能になるんです。例えば、その応用形の一つが弁証算です。これはペナルティ、つまりマイナスの値が入ってくるバージョン。ちょっと想像してみてください。正解すれば5点もらえるけど、間違えると2点引かれるクイズがあったとします。この時、正解を1問、不正解に変えちゃったら、点数はどれだけ動くでしょう。5点もらえるはずだったものが逆に2点失うわけですから、その差は5-2で、なんと7点にもなる。このプラスとマイナスをまたることで差がぐっと広がるっていう感覚が、このタイプの問題を解くためのすごく大事な鍵なんです。で、さらに驚くべきことに、仕事算みたいな一見すると全く違う分野の問題も、鶴亀山のメガネをかけてみると、その本質が浮かび上がってくるんです。この例題で言うと、まず計算しやすいように全体の仕事量を30と40の最小公倍数である120っていう単位に設定しちゃいます。そうすると A さんの仕事の速さ、仕事率は毎分4、B さんは毎分3と計算できますよね。さあ、ここで置き換えてみましょうか。合計時間36分が鶴と亀でいうところの頭の数に当たるんです。そして合計仕事量120が足の総数。で、A さんと B さんの仕事率4と3がそれぞれ鶴と亀の足の本数に、ほら、見事に完全に一致するんです。いや、本当に応用範囲が広いですよね。はい、この1枚の図が今日お伝えしたかったことのもうほぼ全てを物語っています。動物の数、テストの得点、仕事の量、移動距離、買い物の代金。これらはみんな名前や見た目が違うだけで、その根底に流れている論理の骨格は寸分違わず鶴亀山なんです。つまり一番大事なことっていうのは、問題の表面的な姿に惑わされないで、この共通の構造を見抜く力、それそのものなんですね。さあ、最後のセクションです。鶴亀山は単なる算数以上なもの、究極の脳トレとしての側面について、もう少し深く掘り下げていきましょう。鶴亀山を解くっていう体験を通じて、僕たちは知らず知らずのうちに3つのすごく重要な力を鍛えてるんです。1つ目は、まさにもしもさんで実践した仮説を立てて検証していく論理的思考力。2つ目は、面積図で見たように抽象的な数の関係をビジュアルで捉える図形センス。そして3つ目は、答えがだいたいこのくらいになるはずだといった妥当性を直感的に把握する数的感覚。これらって数学の枠をはるかに超えて、あらゆる問題解決の、土台、ベッドロックとなるスキルなんですね。そしてこれが現実の世界でどう生きてくるかというと、特に日本の中学受験なんかではスピードが全てなんです。そうなってくると、鶴亀山はもうゆっくり考える問題じゃなくて、問題を見た瞬間に解法を繰り出す反射テストみたいなものになってるんです。トップレベルの受験生たちがさっきの仕事算みたいなちょっとひねった応用問題を解くのに許される時間。これ信じられますか？わずか35秒だそうです。これはもう考えてるっていうより、体が覚えたパターンを瞬時に引き出してるレベルですよね。どれほど深くこの解法が体に染みついているのかが、この数字からひしひしと伝わってきます。結局のところ、鶴亀山っていうのは、ただ動物の数を数えるためのものでは決してないんです。
それは複雑でごちゃごちゃした現実世界をシンプルなモデルに落とし込んで、論理の力でその問題を解き明かしていくための僕たちが最初に手にする最強の思考ツールの一つなんですね。さて、皆さんの身の回りにはどんな鶴亀山が隠れているでしょうか。